ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりうどんでですわ。あれ、マリサは？マリサさんは前回のやけどでさてちょっと病院に行ってますわ。ああ、そういえばそうだったわね。そしたらレミリアはどうしたの？レミリアさんはポケモンレジェンズアルセウスがやりたいと言ってましたわ。ああ、レミリアはアルセウス派だったのね。なので今日は私が代理できましたわ。そうなのね。うどんげさん、ちゃんはなんて呼べばいいのかしら？別にネームさんが好きなように呼んでもらって結構ですわ。じゃあうどんげだと読みにくいからうどちゃんって呼ぶわね。嫌ですわ。うどちゃんだと芸人の方を連想させるので、別の呼び方がいいですわ。じゃあ確かうどんげちゃんのフルネームは、冷戦うどんげ稲葉だから、稲葉ちゃんって呼ぶわね。わかりましたわ。ところで稲葉ちゃんはカバディには詳しいの？いいえ、まったく。マリサ来てくれー。おーい。ごめん、ちょっと遅れちゃって。マリサ、稲葉も結構待たせたか？こいつ仲良くなると人格が変わるタイプか。さて、じゃあレ夢ム先生今日は何を教えてくれるんだ？まさか今回もレ夢ム先生が教えてくれるんだよな？調子乗ってすみませんでしたよし、じゃあそろそろ茶番も長くなってきたし本題に入るぜ。今日は何について教えてくれるの？今日はカバディのディフェンスのポジションについて解説するぜ。そういえば今まで解説されてこなかったわね。それにはいくつか理由があって、まずカバディはマイナースポーツだから、ネット記事などで解説しているものが極端に少ないんだ。なるほど。そこで今回の動画では、ウプ主個人の解釈が多く入っているから、もしも間違っていると思ったら、コメントで教えてほしいんだぜ。でも抽象的なコメントはやめてね。それじゃあ解説を始めるぜ。まず本当に何度も言っていることなんだが、カバディでは最大7人が安定につくぜ。そうね、この画像には何度もお世話になってるわね。そこでカバディの安定のポジションなんだが、大きく4つに分かれるぜ。まず1つ目のポジションなんだが、安定の一番外側を守るポジション、コーナーだ。まずコーナーはコート内で最もプレイする範囲が広いポジションで、コーナーの調子によって、チームの守備が左右されると言われるほど重要なポジションだぜ。それはどうしてなの？まずコーナーは守備でやることがすごく多いんだ。まず相手にタックルを仕掛けることだぜ。コーナーはその守備位置の関係上、相手レーダーの死角にいることが多いんだぜ。なるほど。守備の中で一番相手の意表をつきやすいポジションなのね。その通りなんだぜ。だから相手レーダーが右側に行ったら左コーナーが、左側に行ったら右コーナーが相手レーダーにタックルに行くことが多いぜ。その他にも相手の逃げ道を塞ぐブロッキング。レーダーの足首を掴むアンクルキャッチ、ボーナスポイントがない場面では、コート奥まで相手レーダーを引きつけるなど、そのチームで一番守備が上手い人がやる場合が多いポジションだぜ。なるほどね。そしてそのコーナーと組むのが、セカンドだぜ。これはさっきのブロッキングでコーナーと一緒に組んだポジションね。その通りなんだぜ。セカンドはコーナーの補助的な役割が多くて、コーナーがレーダーから逃げるのを手助けしたり、さっきの動画のようにコーナーと組んでプレイしたりするんだぜ。セカンドはほとんど自分からタックルに行くことはないぜ。その代わり、味方のアンティが相手を捕まえたのを確実にするためにフォローするなど、二次的な守備の動きが求められるぜ。ちなみにここはどんな人がやる場合が多いの？これも一概には言えないんだが、カバディでは相手を捕まえるよりも逃げる方が難易度が低いから、カバディ歴の浅い人や初心者がやることが多いぜ。そして3つ目のポジションは、カバーだぜ。なんか名前だけ聞くとこっちの方が補助的な役割をしそうね。ところがカバーは守備の中央に近い位置にいて、相手レーダーに最も近いポジションだからタックルの上手さが求められるぜ。相手レーダーに一番近いポジションってコーナーじゃないの？カバディでは相手レーダーによってポジショニングが変わるんだが、常に相手を囲うようなポジショニングを取るんだぜ。例えばこの画像では、相手レーダーから一番近いこの選手がカバーの役割をしているぜ。そしてアンティ目線でも、レーダーに一番近いのがカバーなんだぜ。でもタックルする役割ってことはコーナーとやることは一緒なの？それが少し違うんだぜ。コーナーはさっき言った通り、タックルやブロッキング、アンクルキャッチなど求められる技術が多いんだが、カバーは一人で相手を倒す能力が求められるんだぜ。つまりどういうこと？イメージで言うと、コーナーは仲間との連携や技術で相手を捕まえるのに対して、
カバーは最短距離で相手レーダーのところに行って、一人で相手を倒すパワータイプが多いんだぜ。なるほど。もちろんそれをテクニックで補っているカバーもいるから、あくまでウプ主の個人的な主観だということは注意してくれだぜ。そして最後のポジションは、二人のカバーをサポートする、センターだぜ。これは今までの流れから想像がつくわね。そう、レイムの想像通りセンターの役割は二人のカバーの補助なんだぜ。その通りなんだぜ。ただセカンドと違うのは、相手が右コーナーを攻めてきた時は左のカバーの、左コーナーを攻めてきた時は、右カバーのサポートをすることなんだぜ。つまり状況によってサポートする仲間が変わるのね。その通りなんだぜ。ちなみにインドのプロリーグでは、センターはエースレーダーのポジションとされていて、最初から安定に参加しないフォーメーションもあるぜ。それは、赤の色の選手が相手を捕まえるポジションで、青の色の選手が相手から逃げるポジションという意味よ。そうですか。ありがとうございます。まだ人見知りされている。そう、つまりある意味赤色のポジションの選手は攻撃的安定、青色のポジションは守備的安定とも言えるんだぜ。よく理解できました。さっき私が言ったことと同じなのに。それじゃあ実際の安定の動きを上から見てみよう。今回動画の提供と使用の許可をいただいたのは、東京レイズさんと提供リアライズさんだぜ。東京レイズさん、提供リアライズさん、ありがとうございました。まずこの場面では、相手のレーダーが左コーナーを攻めてきたんだぜ。だから安定の右コーナーとカバーが相手を囲い込むようなポジショニングをとっているのね。そして相手レーダーが右側に行った時は、左コーナーと左カバーがプレッシャーをかけてくるぜ。どうだレイム、稲葉、これでなんとなくカバディの安定のイメージがついたか？そうね、でもマリサ、ちょっと質問いい？なんでカバディではアンティ同士が手を繋いでいるの？これは以前話したチェーンと言って、正確には手を繋いでいるのではなく、手首を掴んでいるんだが、ちょっとそこまで説明すると、動画時間が長くなるからまた次回に話すぜ。というわけで今回も、ご視聴ありがとうございました。